シュガーです。バンドバッファロードーターとメタルチックス、ヘイローオービットっていうバンドをやってます。今日は、reverb.com の、東京オフィスにいます。今日は、私のボードを紹介します。ドンで順番なんですけど、まずギター当たり前だけど、そしてこのワミに似てます。最初がワミってじゃなきゃダメだって聞いたんで、もうそれを忠実に守ってます。ワミから行って、それがこう来てコンプに入ります。でコンプから今度ここに行くんですけど、これには、歪みが全部入ってます。歪み4種類、フープリーパートーンジョブも入ってます。でそれを1234でオンオフする感じで、そこから今度は、最後にこのタイムラインも入ってるんですけど、でここからアウトで今度はここに行きます。テンサーで、そこからこのビブラートみたいなバイブマシに行って、このマルチプレイに行って、でそれが今度ここに入るんだけど、これはこの2つが入ってます。でこれスワッピングするんだけど、最初こっちあとこっちとか、最初こっちあとこっちとかをスワップする。でなんでかっつったら、これ DL4 を割とルーパーで使うことが多いんですけど、基本的にはシグナル最後にしてるんだけど、このルーパーになんかディレイとかをちょっと残したい時とかにこうスワップして、最後がアバランチランになってディレイでこうシャ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 ンって残るみたいな、そういう使い方です。あとはこういうのはエクスプレッションペダル、こういうのにつながってるんですけど、そんな感じです。じゃあこのボードは私の中で一番大きなペダルボードなんですけど、こうはみ出してるし、これはバッファロードーターのツアー用に作ったやつです。で他のバンドの時、メタルチックスの時はほとんどボードがなくて、でヘイローオービットの時はまたちょっといろいろ中身を組み替えて違うボードを作るんだけど、バンドごとにボードを分けてます。そうしないと組み替えるの大変だから。でこれはバッファロードーター用です。今日はバッファロードーターの音作りで重要なのは、一番重要なのは実はこのワミだったりするんですけど、理由はギターのフレーズだけじゃなくて、ちょっとベースラインみたいなこともやるんだけど、これで、ピッチを落としてとかでずっとこう一曲こう踏み続けてる曲とかもあるんだけど、そういう意味ではこれはもう絶対欠かせないアイテムで、も実は他のバンドでも欠かせなくて、ヘイローオービットでもすごい使ってるし、一番重要なの何って言われたらこれかもしれないでこれは絶対使ってるのと、あとね、最近これがすごいお気に入りっていうか、これも必需なんですけど、マルチプレイ、これはヘイローオービットで一緒にバンドやってるホアンが紹介してくれたんだけど、すごい面白いディレイのかかり方をして、なんかパパ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 パみたいな、そういうなんていうの、テープの回転を落としたみたいな、ほぼその1点のために入れてるんですけどだけどすごい大好きなんで、これもバンドごとにボード入れ替えてるんだけど、この2つは外して両方のボードに入れたりします。実はこれ私3つぐらい持ってるんだけど、なんかこれは外さなくていいんだけど、これは1個しかないんで外してます。あとやっぱりギタリストなんで歪みがやっぱりすごい重要で、バッファローの中ではこのフーフリーパーがすごいやっぱり重要な役割をしてて、でもともとなんかヴィンテージのファズ使ってたんだけど、ツアー中にすぐ壊れるんですよね。音がなんかバーンって出してるのに音が全然出なくなっちゃったりとかで、そういうので悩んでたところでホアンが教えてくれたんだけど、これがいいよって言って、でレコーディングでも使ったりしたんだけど、これはね壊れないです。壊れないのと、バーンって出したい時にバンってやるとちゃんと出てくれるっていうか、でその自分の期待を裏切らないところが信頼できるので使っているのと、あとやっぱ2つ歪みが乗ってるのがすごい嬉しいのと、
あとやっぱなんつったってこのオクターブスイッチが魔法のスイッチがこれが大好きで、これだけのやつも売ってるじゃないですか。いやなんだっけオクタテンタクルテンタクルも大好きで一時載せてたんだけど、それだけのためのスペースがなくなってきちゃってこれ載せてれば両方使えるじゃんっていうことで、そういう意味では超重宝しているやつです。最初の私のアースクウェイカーデバイスペダルはこれフーフリーパーをヘイローオービットのレコーディングの時にロサンゼルスでホアンが「これお前使えよ」とか言って「いいぜ」なんつって使ったのが多分初めてで、その時までアースクウェイカーのことあんま知らなくて、多分それが私のアースクウェイカーとの出会いじゃないかな。なんでそんなにこれ歪みのためだけにスイッチを入れてるかっていうと、一番大きな理由は両方一緒にこうバンとかかけたいとか、ほら3つとかさ時に手前にスイッチがあったら全掛け全外しとかができるっていうね、こういう。で前は割と両足使ってこんなことやってたんだけど、他にもペダルがあるとこう踏み外しちゃったりとか、あとこうつまみのノブが動いちゃったりとか、それがどうも嫌だなと思ってて、だからもうここにあれば、だからこっち触んなくてよくて常にだからオンなんですよ。この歪みは常にオンで、入れたい時にここで入れるみたいな、ねうるさいでしょで入れるみたいなね。でそのために使ってるかな。だから歪みって一番音楽的にもここぞっていう時にバンって出ないことほどかっこ悪いことないじゃないですか。だから絶対外したくないポイントなんで、ディレイとか多少ずれてもいいのよ。だけど歪みは絶対ここってとこで入れたいんで、手前の一番確実な一番私の足に近いところに並べてます。このスイッチャーはプログラムできるんですけど、前はプログラムして使ってたんだけど、そうするとこの順番がね、この数字の1234とか言ってどんどん、100まで入れられるんですけど、その曲ごとに入れてたんだけど、そうすると何番が何の曲だったっていうリストを書く必要があるのと、それをまた曲が順が変わった時とかに3番あの曲だっけ何番だったっけってこうカンペを見なきゃいけなくて、それがまあほらステージも暗いし面倒くさいなってなっちゃって、だったらもうこれはシンプルにこのディストーションのオンオフだけにして、あとこれ一応ミディとかも読み込める覚えさせられるんで、このタイムラインのチェンジだけはここでやって、であとはもう普通にオンオフモードにしてやってると、使ってるという感じです。歪みは3種類プラストーンジョブなんですけど、こう RC はすごいちょっと軽めの、これを少し軽めの歪み、なんつうのクランチっぽいっていうの、すごいサトルだけどこんな雰囲気使ってて、クローンはもうちょっともうちょっとこうディストーションっぽいっていうか、そんな感じの。最初の RC よりはもうちょっと歪んでる系ので、この最後のリーパーはもうファズ。そういうのと、大好きなもっと歪ます、もう一番歪ますみたいな感じです。コンプを使う理由はね、コンプね前は使ってなかったので、私 JTM45 ってマーシャルいつも使ってるんだけど、それをもうブリッと言わせればもうコンプかかったみたいになるから、それでやってたんですけど、バンドアンサンブル、あとライブハウスが小さいとかいう時に、私の JTM45、メインのボリュームがマスターボリュームついてないんで、もう上げたら上げたまんまで、その音が気に入ったらもうその音量に耐えるしかないっていう、音量がでかすぎても。でそれはちょっとこううまくいかないシチュエーションも多いじゃないですか。すごい狭いところとか、このサイズの中でバーン出したら本当に他のメンバーの音が聞こえなくなっちゃうぐらいなんで、それでコンプみたいな感じの音が欲しいんだけど、
アンプでそういう風な感じができないとなるとどうしようと思った時に、まあペダルでやっぱり入れた方がいいかなと。音量は抑えめでも結構パキッとこうねした音とかもできるのと、あと歪み物でロングトーンで、これこのバンドのバッファローの場合はストラトなんだけど、ストラトだからまあそんなに伸びないのを無理やり電気的に伸ばすみたいな使い方で使ってますね。コンプもねすごいいろいろ相談していろんなものを使ってみたんだけど、これもホアンに勧められて、まあホアンのペダルボードの中にあったものなんだけど、これがやっぱ一番いいかもしれないと思って、それ以来ずっとこれを使ってます。そう、ディレイ系はまあタイムライン、マルチプレイ、アバランチ、DL4、まあ DL4 はね割とルーパーでよく使ってるんだけど、アバランチランはこのエクスプレッションペダルつけて、でこのエクスプレッションペダルもねいろんなアサインができるんだけど、私はリピートにアサインしてて、延々リピートみたいなここでパッて入れるみたいだから。これとかフィードバックだけど、とかね、なんかそういうトリッキーなものに割と使ってるかな。あとこれタップスイッチがついてるんで、曲ごとに変えられるのも便利で、それも好きで使ってますね。このさっきちょっと気づいたんだけど、このリピート結構面白いのもあって、結構タイムをすごい絞って、なんかこういう EDM みたいな音も出て面白いなって思っております。モードはねこれ全部使うよ。リバースも面白いし、まあ普段はノーマルで使ってるから、でもスウェールも使うし全部使うかな。でもまあ曲によってこのリバースにしてさっきのこのリピートを変えるとまたちょっと違うし。スペシャルデリバリーはまあタッチワウ的には使ってるんだけど、ちょっとなんていうの、フィルターもなんかただのちょわんちょわんっていうんじゃなくて、こういうなんかシンセのこうワン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 みたいな使い方も面白いし、今も鳴ってるよね、かすかに。ね、ナイトワイヤー私超好きなんですけど、ずっと使ってるんですけど、これ超使ってるよ。これもこれもこれとこれの組み合わせとかもいいんだけど、実はすごくナイトワイヤーは私何が好きって、なんかちょっとフェーザーっぽいなって思ってて、だけどちょっとタッチワウっぽくもない、なんかそこも好きで。じゃあこれ TB303、 私ライブでいつも使ってるんですけど、バッファロードーターでこれはまあプログラムしたベースラインが流れるんだけど、まあ普段は割とそのまま使ってるっていうか、エフェクターとか通さずにラインでそのままライブでは出してるんですけど、まあでも録音の時とかは割とエフェクターかけたりとかもいろいろやるんですよ。でまあこういう歪み物入れたりだとかいうことも録音の時はやるんだけど、今日アカプルコゴールドがあったのでここにこれちょっと歪ますのにいいんじゃないかって思ってちょっと初めてトライするんですけど、とりあえずこの素の音ね、これのね。
ですよ。でこれにこいつをかける。うるさい悪い極悪I like the last comment there. Man, so bad, so evil. ぐらい